This is the way 我らの道我らの道。さあ、映画が公開されてからしばらく経ったということで、今回はハズブロスター・ウォーズ・ブラックシリーズからマンダロリアン&グローグのセットとグローグ単体、この2つを紹介。映画の内容は詳しく話しませんが、ちょっとだけ触れていこうと思います。では開けていきましょう。マンドーとグローグからね、セットのやつ。よいしょっと。これはね、素体、おそらく有用でしょうね。じゃあ次、グローグ。物語中盤のグローグですね。よいしょ。さあ、出てこい、グローグ。よいしょっと。おー、いいですね。大きさ、いいですね。よし。ではね、中身の方すべて取り出していく。はい、取り出しまして。ではまず、マンダロリアン本体から見ていきましょう。早速比較なんですけど、右にあるのが以前発売されたブラックシリーズのマンダロリアン。と言ってもね、ブラックシリーズのマンダロリアン山ほどあるんですけど、自分所有しているのがこれだけなんですよね。で、これがね、何のシリーズのマンドだったかはちょっと失念しましたけど、これと比べると、相違点としては、まず各部の成型色の違いですね。それと、この辺のアーマーの塗り分けであったり、あとマントがね、今回布製になっています。ワイヤーとかは仕込まれていません。でもって、この胸部アーマーなんですけど、これもおそらく流用だと思うんですけど、まじまじ見るとなんか微妙に違うように見えなくもないんですよね。で、左腕にあるガントレット。こちらにはホイッスリングバードという小型誘導炸裂弾を装備しているんですけど、これはね、ドラマシーズン3でなくすので、映画版は当然違う造形のものになっていますね。そして下半身。各部装飾品は同じものが取り付けられているんですけど、その中の素体、これはね、別物ですね。シワの造形とか見ると一目瞭然。微妙な慎重さはこれによるものなんでしょうかね。あとね、手首の接続仕様が違ってましたね。以前のものだとこのような接続なのが、今回のはボールジョイントに変更されていましたね。取り外すとこんな感じになっています。以前からね、このように仕様変更あったのかはわかりませんけど、今回の映画版だととにかくボールジョイントになっている。では一応他社のディンジャリンたちと並べておきましょうか。右にあるのがバンダイ SH フィギュアーツ。左にあるのがマフェックス。三者三様でどれもいいんですけど、今回のやつね、足のパーツが変更されたせいか若干スタイルに違和感が出ているような、頭部が大きく見えてしまうのか、個人的にはね、マフェックスのディンジャリンがベストかな。でもブラックシリーズはね、ガシガシ動かせて遊べるんでね、しばらく手元に置いとくのはこいつかな。付属品いきましょう。まずはブラスターピストル。そしてナイフ。これらは過去に付属したものと同じものになりますね。そしてこのライフルなんですけども、ドラマで使用していたこのようなアンバンフェーズパルスブラスターではなく、映画ではね、レバーアクションタイプの銃を使用。これね、いかにもウィンチェスターのようで、西部劇をモチーフにしている作品ってのがよくわかる。造形的にどれくらい忠実なのかは判断つきませんが、なかなか細部まで細かく作られていますね。で、スコープがね、取り外せるので、これをグローグに持たせることができる。そしてこちらはショートソードなんですけど、これは劇中コロシアムにてロッタ・ザ・ハットと戦った際に使用したものかな。軟質ですね。そしてそのショートソードの持ち手。
ジェットパックの方も過去に付属したものとおそらく同じでしょうね。マンダロリアンという作品の真の主人公と言っていいでしょう。こちらはグローグ。でね、今気づいたんですけどね、俺のやつね、左手にも右のハンドパーツが取り付けられていますね。久々にエラー品引きましたよ。で、顔の方、これデジタルプリントは使われているのかな？非常によくできていますね。で、可動箇所は頭が左右のみと腕が動くのと手首もね、このように動いて、足、これは固定かな？このグローグ、なぜにこのような姿勢になっているかというと、ジェットパックのこの部分を握らせて本体に取り付けることによって劇中再現度ができるというものなんですけど、これだけで遊ぼうとするのはほぼ不可能ですね。これがおそらく正しい取り付け方かな？マンダロリアン本体とジェットパックのこの隙間にグローグの左足を差し込むことによって保持力上がるので、これが正解か。では次にグローグ単体発売のものを見てみましょう。映画劇中、ディンジャリンが毒に侵され動けなくなり、生死をさまようことになる。で、グローグがフォースで傷口を塞ぎ、解毒の方法を探すため一人危険な密林に踏み出すことになるんですけど、その時のグローグがこれですね。あのシーンは良かったですよね。今まで守られてばかりいたグローグが、今度は僕が助けるんだと、コマンドのジョン・メイトリックスよろしく装備準備し、子供ながらにディンジャリンを助けるべく、けなげに振る舞うあの姿は多くの人に勇気と感動を与えた、ほんと名シーンだと思いますよ。で、全く関係ない話なんですけど、コマンドのことが出たので、一言だけ。コマンドを笑うな！胴体にはマンダロリアンの一人であるアーマラーがグローグのために誕生したベスカー製ロンデルを装備。マッドホーンの刻印がしっかり造形されている。背中にはこれ水筒でしょうね。水筒が造形されています。これは取り外すことはできない。可動箇所はまず頭部がぐるりと一周回って上下へは若干ですけどできますかね。腕、横へはここまで上がってぐるりと一周。腕の付け根で動きます。手首はぐるりと一回転できますね。で、足はこのような水平可動のみですね。で、先ほどの2パック版のグローグと並べてみると、双方流用ではありませんね。大きさが違うので全く別物です。グローグ単体のものの方が少し小さいか？小さいと言ってもね、マンドーと並べても何ら違和感ありませんので、その点は大丈夫かな。付属品いきましょう。まず、劇中杖に使った木の枝ですね。軟質なんで折れる心配はありません。持たせてはみたんですけど、保持力はほぼありません。すぐポロリする。で、この杖はね、ヨーダを想起して締めようとする制作者側のミスリードか？そしてこれはおそらくグローグの大好物の一つであるブルーマカロンですね。中はちゃんと水色で塗装されている。こちらは魚ですね。ディンジャリンを救うべく密林をさまよっていた時、密林の住民からパクったやつかな。このように両手に乗せているだけなんですけど、持たせることはできる。かじった跡がありますね。で、その密林で出会った人は、グローグの境遇を理解してくれ、さらに解毒草まで調合してくれて、結果ディンジャリン助かるんですね。で、最後ね、その人にお礼言いに行くかなと思いきや、重くそスルーでしたね。一瞬ね、ほんの一瞬、過去作のベニチオ・デルトロやキャプテンファズマの時の冒頭がちらつきましたけどもね。あれ、ちょっとしたトラウマになってしまってますね、俺。ではここからは映画の話に移ろうと思いますけど、とは言ってもね、もう内容ちょこちょこ話してますが、
自分ね、公開初日の朝一に見に行きましてね、で、感想の方なんですけど、でね、その前に言いたいことがありまして、自分ね、映画に関しては、すべての映画に関しては、たった3つの評価しかないんですよ。これ本当に。それはね、おもろいか、めっちゃおもろいか、神映画。この3つしかない。綺麗事じゃなくてね、本当にこれしかないんですよ。6年くらい前からかな、いかなる心境変化があったかは自分でもわからないんですけど、どんな映画見ても絶対楽しめるようになったんですね。詳しくはもう言いませんけど、俺の大好きな三浦淳さん的なスタンス、面白くなけりゃ自分で面白くすればいいじゃない的なスタンスで捉えれるようになったんですね、映画を。なので、俺の評価は基本全く当てにならない。そのことだけは言わせていただきたくてですね。ただですよ、スター・ウォーズ、このシリーズ作品だけはその限りではない。そんな俺の映画、マンダロリアン&グローグーの評価は、めっちゃおもろいですね。めちゃくちゃ面白かった。本当に面白かった。いいところいっぱいあるんですけど、挙げるとすれば、まず一つ目。ちゃんとドラマの延長線だった。もうこれにつきますね。オープニングのイントロ流れた瞬間、それだけで検事的にはオールオッケー。しょっぱな、ファーストアタックでガツンとダウン食らいましたね。良かったところ二つ目。それはね、グローグーの可愛さを最小限に留めていると感じた。俺ね、結構天の弱で、マンモス西よろしくねじりんぼうな性格しているんですね。なので、グローグーの人気にかこつけて、あざとく可愛さを全面的に出してくるかと思いきや、そんなことはなかったんですよね。例に出すには古すぎる作品かもしれませんけど、昔ね、グレムリンっていう映画がありまして、その作品にギズモっていうモフモフの可愛らしいキャラクターがいましてね、今でもいろんなグッズ展開されているんで知ってる方も多いでしょう。でね、グレムリン2という続編がありまして、その2では、これでもかっていうほどギズモの可愛さをバンバン押し出してきたんですよ。俺それ見てね、いや、そんなんちゃうねん、そんなんいらんからって気持ちになりましてね、わかりますこの感情。遠くにある時は崇め立て祭りますけど、それが近くに来られると途端に冷めるというね、オタクの性癖とでも言いましょうか、習性とでも言いましょうかね。そんなところが自分にもありましてね。まあ、グレムリンに限ったことではないですけど、映像作品にはね、いろんな資本が絡むので、登場キャラクターを押し出さないわけにはいかないのもわかるんですけどもね。で、そういった意味では、今回のマンダロリアン&グローグ、もう一度言いますけど、あくまでドラマの延長線として作ってくれたのが嬉しかったですね。まあ、ここをね、映画でやる必要があるのかと言われればね、それもわかるんですけど、そしてね、そのドラマの範疇での、これまたいい塩梅の可愛さのグローグ。そこが本当に良かった。いやー、素晴らしく楽しい幸せな時間でしたね、本当に。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。